皆さんおはようございます。今日は韓国で飲んだコーヒーが入った抹茶エスプレッソラテがすごい美味しくて再現して作ってみたいなと思ってます。その抹茶エスプレッソラテを飲みながら今回も大量に使い切った使い切りコスメをサクサクとご紹介していきます。いつもはこの透明の袋、そもそもね懐かしい、知ってる方いますか？このクリニックの限定バッグなんですけど、このクリニックの普通にショッパーが丈夫で、もう使い切りコスメのサムネイル遡ったら何年前だろう、多分 6,7 年前から使ってる紙袋です。これにいっぱいになったらいつも使い切りコスメやんなきゃって紹介しているんですけども、今回なかなかタイミングを逃してしまい、これにいっぱいとさらにこっちにもあります。なのでいつも大量ですが、いつも以上の大量使い切りコスメです。まず早速抹茶エスプレッソラテ作っていきたいと思います。まず抹茶パウダーをお湯で溶きます。エスプレッソは簡単にネスプレッソで抽出します。そしたら氷入れたら抹茶、そして韓国で飲んだのは牛乳だったんですけども、牛乳お家にないので豆乳、もっと優しく注がないとね2層にならない。なんだろう、注ぎ方が可愛いけど。そして入れすぎたエスプレッソ、分量はちょうどよかった。できたー、かわいい綺麗な色。あとね、多分甘くないと美味しくない気がしてて、味見してからメープルをお好みで入れて完成。かわいい。ストローはオレンジ、いいじゃん。長さがよし、いいね、かわいい、綺麗。まずこのままいい音、このままいただきます。美味しい、さっぱり、なんかさっぱりしたコーヒーって感じ。このままでもメープル入れなくても美味しい。合うね、コーヒーと抹茶。甘いのメープル入れます。蜂蜜と違ってすぐ溶けるからいいですよね。足りない。すごいメープル自体がすっきりした甘さだから、外で飲むようなガツンとした甘いドリンクにはならない。こんなにメープル入れても。だけど美味しい。コーヒーの後味がすごいすっきりする感じ。私は美味しい、好きです。それではこのね、大量のスキンケアコスメをまず並べていきたいと思います。はい、こんな感じで並べてみました。リピート品も多いのでサクサクご紹介していきます。まず2本使い切ってる商品から今回ご紹介していきますね。はい、こちらのクレンジング、こちらは好きでまたリピートして買いたいです。アイハーブで買っているダーマイーのアクネディープポアクレンジングウォッシュなんですけども、ティーツリーオイルとカモミールが入っていてすごくすっきりしています。そしてジェルクレンジングなんで、私は朝クレンジングに使っていました。香りがね、ティーツリーですっきりするし、朝使ってるんでメイク汚れはちょっとどこまで落ちるかってわからないんですけど、朝もねしっかりクレンジングと洗顔をするようになり、ジェルで残った感じがなくさっぱり洗い上がるのですごく好きで、ティーツリーでニキビ予防もできると思うので、これをリピートして使っていました。これはね、アイハーブでしか買えないので、またアイハーブで買おうと思っています。
そして2本使い切っているのはこちら。これはね、もう今回に限らず前から出てきているんですけども、クレスクバイアスタリフトクリーミークリア洗顔フォーム敏感肌用です。クレスク自体がすごく敏感肌用に作られていて、私春が一番肌荒れするんですけども、そういったタイミングでも全く突っ張ったり染みたりすることなく使えます。そして泡立ちもいいし泡切れもいいので好きでリピートしています。そしてこちらも常連さんの高見スキンピールです。こちらはどんなスキンケアとも相性が良くて、導入美容液として一番最初に使っていました。肌の凝り感が一切ないので、一番最初につけると安心感があります。角質を育てるっていう発想の美容液で、使ってる時はどういいのかなってすぐに変化がわからなかったりもするんですが、使ってないと肌が揺らぎやすいというか、ほんとお守りみたいな美容液です。あと2本はさすがに2本同じもの使ってるものはもうないかな。あ、これですね。パッケージが違うんですけども、はい、こちらもおなじみアスタリフト DUV クリアアクアデイセラムとホワイトソリューションです。 UV クリア美容液&化粧下地。こちらは私の今年の日焼け対策でも詳しくご紹介しています。 SPF50 プラス PA4 プラスとしっかり入っています。こちら両方ともリニューアル前のパッケージで、今はリニューアルしたものを使っていますね。限定だったキティちゃんパッケージと普通のパッケージなんですけども、こっちの色変わらない方は夫も使っていたので減りが早いですね。ディープ紫外線まで防いでくれる信頼している UV プロテクターです。あと2本使い切っているものといえば、この量あって2本使い切るってすごいんですけどね。こちらはアスタリフトメンモノムモイストライザーです。アスタリフトのメンズ保湿液です。これは夫が2本使い切りました。さすがに2本使い切っているのはこんな感じかな。ちょっと冷房も扇風機もうるさいから止めてて暑いです。ちょっともういつも紹介しているものも多いので、いつも紹介しているものはじゃあブランド縛りでご紹介します。今回、ドモホルンリンクルは3つかな。ドモホルンリンクルの保湿液、ドモホルンリンクル保護乳液、ドモホルンリンクル薬用クリームの3点使い切りました。これはもう何年使ってるだろう。ずっとリピートしています。こちらもどんな肌の時も安心して使える、信頼しているスキンケアブランドです。香料とかも一切使われてないので、この自然の漢方みたいな香りも好きですね。そして昨年ね、このドモホルンリンクルクリーム20はリニューアルしたんですけども、最後まで絞り切って使いました。こちらは今も使っていて、今使っているものももうすぐしたらなくなるんじゃないかなっていう感じです。すごく保湿力が高いので、私は時期によっては顎は外します。月経前に顎にニキビができやすいので、そういった時は頬とか目尻、目の周りのみにしています。ただ顎をピーリングみたいなニキビ用を使いすぎてカサカサの時はこれも塗ったりとか、いろいろちょっと自分の肌と相談しながら使ってて、ずっとリピートしています。このドモホルンリンクルのいいところは1ラインしかなくて、エイジングケアと美白ケアって2つのラインがあるわけじゃなく、エイジングも美白も両方できるよっていうラインになってます。これ使っとけばエイジングケアとシミそばかすを防ぐケア両方できるのでとってもいいです。そしてたくさん使ったブランドといえばアクセーヌ。同じアクセーヌでもイプノスとアクセーヌとあるんですけども、一応このイプノスもアクセーヌ、イプノス、シーバムクリア、パウダーウォッシュとリペアセラムを使い切りました。何回も紹介していますが、このリペアセラムはシミそばかすを防ぐ、メラニンの生成を防ぐっていう美白美容液でありながら、ニキビにも特化していて、ニキビを作らせない、このイプノス自体が大人ニキビに特化しているブランドであって、そして美白ケアもできるっていう、大人なんでニキビケアだけじゃ物足りないんだけども、しっかりニキビケアにも気を使わないと出ちゃうので、すごいそのバランスが好きです。ただニキビに特化してるってだけじゃなくて、ちゃんと美白ケアもできて大人ニキビにもいいっていう、この色素沈着とかも含めていいっていうことで何度もリピートしているイプノスのリペアセラム。そして同じくイプノスのパウダーウォッシュなんですけど、パウダーウォッシュ2回目か、もしかしたら初めて出てきたかな。初めお風呂で使ってて、このパウダーウォッシュこのまま直接入ってるんですよ。で、穴が小さくて穴が詰まっちゃうんですよ、お風呂で使ってると。お風呂で使うなよっていうお話なんですけども、
お風呂で使ってるとそういう風になっちゃったからは使いにくいなって思ってたんですが、朝洗顔をしっかりするようになって朝洗顔で使い切りました。朝洗顔にめっちゃいい。お風呂に置きっぱなしにしないから。もともとお風呂に置きっぱなしにしない人はね、夜でもいいと思うんですけども、これ酵素洗顔ですね。パウダー状になっています。はい、今まで朝はね、拭き取りクレンジングやってたんですけども、最近はしっかりクレンジング洗顔やっているので、朝洗顔で使い切りました。そして同じくアクセーヌのモイストバランスローション、アクセーヌのリセットウォッシュです。このリセットウォッシュは今も使っています。ちょっとね、茶色い泡が出てくるんですけども、フォーセンシティブスキンということで敏感肌用でとても優しいです。全く突っ張らない。そして泡で出てきます。茶色い泡が出てきます。なので朝洗顔も楽だし、夜も楽でめっちゃ使ってます。ただこの泡が結構緩めかも。濃密泡っていうよりかもちょっと緩い泡だから、もうちょっともちもち泡だったら嬉しいんですけども、リピして買ってます。このアクセーヌモイストバランスローションもノンコメダジェニックテスト済みで敏感肌用でたっぷり使えて、パシャパシャなのに保湿される感じが好きで何度もリピートしてます。あとさっき出てきちゃったんですけども、タカミさん、はい、タカミのフェイスフォームです。これはね、以前ベスコスでも紹介したことあるんですけども、濃密泡で洗えて、さらに泡切れがめちゃくちゃいいんですよ。それで気に入ってリピしてます。あとはこれもさっき出てきました。洗顔で出てきたクレスク、アスタリフトのクレスクのモイスチュアリッチミルクです。そう、結構ね、今回クリームより乳液が出てきます。さっきもドモホルンリンクルの乳液出てきましたけど、エイジングケアでクリーム塗りたいんだけども、毛穴詰まってニキビもできやすいっていうので、私クリームよりかも乳液の方がいいのかなって思って、最近はクリームより乳液をね、結構使ってます。ただ目元とか頬あたりはしっかりね、エイジングケアもしたいので、この辺だけクリームを使ってたりするので、クリームの減りがすごい遅いです。あとブランド縛りでいくと、はい、こちらもね、おなじみのブランドです。N オーガニック。N オーガニックのコンディショニング VC エッセンスとバランシングエッセンスミルクです。両方とも出てきていると思います。リピート品です。もう両方とも香りが大好き。ビタミン C のこのレモンみたいなこの柑橘系の香りが、もう朝つけても夜つけてもめちゃくちゃ深呼吸しちゃうんですよ。香りが好きってすごい大事かも。気持ちからこう明るくなるというか。ビタミン C はね、ずっと欠かせないので、ビタミン C の美容液だったり乳液だったりは何かしら使っています。そうですね。そしてこれまた乳液。はい。この乳液も使い切っています。あ、そう、これね、ちょっと思うのが、なんか瓶なのはありがたいんですよ。プラスチックより瓶の方がいいんですけど、そこが最後使えなくて出てこなくて、プッシュでポンプ抜いて裏返してポンポンポンとかやってまで使ったんですけど、なんかまだ残ってる感がちょっと気になるなみたいな感じはあります。暑い。あ、待ってください。アクセーヌまだありました。アクセーヌの AD コントロールエッセンスです。センシティブ用の美容液で、春使っていた美容液です。何でも染みちゃう時期があって、その時にでもなんかこう化粧水と乳液だけじゃなくて美容液を何か塗らないと気が済まないというか、年齢的にも気になっちゃって、その時に使ってましたね。染みることなく使えてありがたかった。あとは出てきたブランドで言えばアスタリフトメンなんですけども、これはちょっと夫が使いました。両方ともアスタリフトメンのジェリーアクアリスタとモイストエマルジョン乳液です。アスタリフトメン、女性のジェリーとは違う匂いがします。あとはこちら初めて出てきたかも。2つ使っています。クレンジングとシカアンプルです。すごい人気ですよね、今韓国コスメで。クレンジングはお風呂で使ってましたが、問題なくメイクも落ちるし、お風呂に置きっぱなしでしたが、中に水が入ってとかなんかそういうのもなく使えました。落とした後のヌメヌメ感とか嫌いなんですけど、そういうのもなくてすごい使いやすかったです。そしてこちらの美容液は白い乳白色なんですけども、サラサラと肌に馴染む感じ、香りとかもなくてさっぱり使えていました。どういう効果が出たかとかまでは1本でちょっとわからなかったんですけども、さっぱり感が好きでした。あとはこちらスックです。スックのアクフォンススリムニューセラム美容液です。これめっちゃ良かった。ジェルっぽいすごい肌なじみがいいテクスチャーで、導入セラムとして使っていました。やっぱなんかお風呂から上がってきて一番に化粧水よりこういう導入系
つけると肌により美容成分が入っていく気がしてテンション上がるというか、さらにスックだし、なんかめちゃくちゃ大切に使っていました。これが新しく出たものなんですけど、揺らぎやすい肌荒れ、そしてニキビを予防するスキンケアになっています。これめっちゃ嬉しいと思って、スックといえば結構エイジングケアっていうイメージが私あって、結構しっかり保湿エイジングしてくれる商品がすごい多いなって、それもすごくありがたいんですけど、でもなんせ私ニキビもできるので、この製品めっちゃ嬉しいと思って、有効成分グリチルリチリン酸ジカリウムとナイアシンアミドで肌荒れやニキビを防ぐ、なんかスックからニキビ防いでくれる系が出たと思ってめっちゃ嬉しかったんですよ。めちゃくちゃ気に入って使い切りました。あと導入美容液といえばこちら、土台美容液ソフィーナ IP ベースケアセラムです。こちらなんか泡っぽい炭酸で出てくる導入美容液で、これもねめちゃくちゃ気持ちよくて気に入っていました。まだあるので今開封してないけどちょっとまた使います。ただこのエアゾールなので海外とかには持ってけないですよね。炭酸ガス使用しているので、すごい使った後導入美容液なのにもっちり感があるんですよ。それがすごいなと思って気に入っていましたが、私春先肌荒れた時は痛かったんです。染みました。なので敏感肌よってわけではないんだろうなって思いましたが、攻めたい時とってもいいと思います。あとこれもね導入美容一番初めに使う美容液なんですけど、これもう一回リピートしたいんですよね。オルビスのクリアフルスムースエッセンスです。医薬部外品で 25ml なんですぐなくなっちゃったんですけども、このクリアフルっていうのがニキビに特化したスキンケアで、これ一回ね LINE で使って使い切りコスメでも出てるとは思うんですけど、一回楽天で買ったんですよね。これも楽天で買ったかも。そのクリアフルを LINE で使った時はこのエッセンスは入ってなかったので使ってなかったんですよ。今回初めて使って、導入美容にこのエッセンスを使うだけでニキビがなくなった、ニキビが減ったっていう口コミを見て買いました。ただこの1本しか続けられなかったんですよ。次々使いたいのがいっぱい出てきて、これ1本しか使ってないのでちょっとニキビができにくくなったよっていうところの効果まではわからないけど、そういう口コミが多かったので合う人は合うんじゃないかなと思ってます。そしてオルビスなんで高くもないですし続けやすいです。ちょっとこれをまた買いたいなって思ってます。あと同ブランドもう一つありました。こちらなんとロート製薬のブルーミオです。モイストリペアクリームとディープブートセラムです。これブルーミオ私前も紹介したことある気がするんだよな。ロート製薬独自のブルーセラミドが配合されてるんですよ。なんで両方ともブルーなんです。そしてめちゃくちゃ使いやすいテクスチャーで気に入って多分リピートしてるはずです。結構ねロート製薬私好きで、よくね Vlog とかでも今最近だとロート製薬のアゼライン酸が出てきてると思うんですけど、すごいいろいろ研究なさっているので、このブルーミオワクワクしながら使い切りました。最近の9点絶対買うべきおすすめ品でご紹介しました。こちら使い切りました。メディキューブの AGRPD ペプチセラムとサムバイミーの AHA/BHA/PHA30days ミラクルトナーです。メディキューブの方は PDRN が配合していてニキビ跡にもいいっていうことなんですけども、もっちり感弾力感が出るような気がしてすごい気に入ってました。こっちはねよく登場してると思います。あとこれ新製品です。アクアレーベルのエステ洗顔ジェル、ダブル洗顔不要で洗顔メイク落とし、毛穴ケア、くすみケア、プレスキンケアにもなるっていう1本で多機能なクレンジングジェルになってます。私これね朝クレンジングで使っていました。私アクアレーベルもすごい好きで、お安いのにね成分が良くてすごい好きなんですけど、これもねあっという間に使い切りました。ダブル洗顔不要ということで朝洗顔これ1本で使えてありがたかったです。すごいスッキリするのに突っ張る感がなくてめっちゃ気に入ってました。あと洗顔で言ったらこれもう覚えてますか、10年ぐらい前に動画でも出してるんですけども、ビフェスタ泡洗顔ブライトアップ未だに使ってます。やっぱりたまに買いたくなる、たまに使いたくなる炭酸ガスが入ったこの濃密泡、もう包まれるだけでうわー気持ちいい、幸せ、今日も頑張ったって気持ちになるので好きでまた買ってます。その他このアヌアの化粧水も常連さんです。
ドクダミエキスが入っていて、ノンコメントジェニックテスト済みで、安心して私は使えるのでリピしてます。あとはダルバの有名なファーストスプレーセラムです。これもね、スプレーなんでめちゃくちゃ楽で、お風呂上がりも日中も乾いたなと思った時もオイルと2層になってるので振ってよく使っていました。あとはカネボウベールオブデイ日中用美容液マスクです。これ好きな方めっちゃ多いんじゃないでしょうか。田中みな実さんが紹介してすごいヒットしたやつ。めちゃくちゃ保湿力高いです。で、本当になんかこうつけてる感じがしない。SPF50 PA3 プラスなんですけども、つけてる感じが全くしなくて、私は家にいる時とかはいいつけてる感がなくて、だけどすごいこう動く感じのテクスチャーなので、日中だとメイク崩れしやすいんじゃないかなってちょっと思ってた気がする。あとこう肌にとどまらないので、とどまらないって言ったら変ですけど、こうぬるっと定着感があんまりないので、それでもしっかり SPF50 PA3 プラスあるんですけども、なんとなくこう定着してくれないと不安、ちゃんと予防できてるかなみたいな、日中お外出かけるときは思ったりもしてました。なので冬場とかすごい乾燥肌の方にいいかもっていう感じの日中用美容液でした。あとこれもね、また使いたい。 Amazon で買いました AZ バランシングローションです。ニキビができるので安心して使える化粧水は1本ね、いつも開封してる状態にしていて、でこれポンプ式です。すごい使いやすかった。アゼライン酸が入った化粧水、どんな時でも使えた。パシャパシャと。これで何か変わったかって言ったら1本では変わりはなかったけども、毛穴詰まりとかなく安心して使える化粧水でした。あとこれ久しぶりじゃない？もうめちゃくちゃ何回も一時期2年前ぐらいとかもうずっと使ってましたね。ビオデルマのセラムです。まだねリピートして置いてあるんですよ。まとめて買ったから。このね、夏とかこれからの時期すごいいいかも。ジェル状なんで、私夏はもっと乳液さえもあんまり使いたくなくなっちゃうので、乳液代わりみたいな感じで当時は使ってたんですよね。で、今回も使い切ってるんですけども、春とか肌が敏感になってる時染みました。すごいお肌に優しいイメージあるんですけど、肌が敏感になってる時染みました。でもね、大好きで何回もリピートしてます。あとはこれナンバーズインです。ナンバーズインの5ビタミングルタチオンです。初めて今回出てきたジャータイプのクリームなんですけども、重くなくてめっちゃ軽いんですよ。すごい軽いテクスチャーで、ジャータイプでもね良かったです。5番のね、白玉グルタチオンメラノゼロクリームということで、美白美容液系のクリーム、これはストックあります。あとこれね、これめっちゃ良かったから5月韓国行った時にも買おうと思ったんですけど、空港で買おうとしたら結構高くて、普段の値段知ってるからちょっと高いと思って買わなかったんですけど、使い切ってなくなっちゃいました。また次韓国行ったら買いたい。薬局とか一番前で売ってるすごい人気のニキビ用のジェルなんですけど、この緑のは白いプツプツ用ジェルです。ニキビと赤いニキビ用、白いプツプツ用ってあって、この白いプツプツ用がね、私結構白いプツプツできてからニキビになるパターンが多かったので、これをめっちゃ使いました。でもね、最近白いプツプツがね、できにくくなってきたかも。ロート製薬のアゼラインのおかげなんじゃないかなって思ってるけど、ちょっとそれはまだ試し中。はい、そんな感じでもうさらっとってずっと言って、これはユーセリンのナイトフェイスクリームです。ユーセリンのものはめっちゃ肌に優しくて、結構昔よく使ってたんですけども、最近は使ってませんでしたが、雑誌で見たんですよ。美容院の雑誌で翼さんがおすすめしているのを見て、久しぶりに使いたいと思って買いました。結構こっくりナイト用で重めのクリームなんで、ほぼ夫が使ってました。私にはちょっと重い。あとは久しぶりのイノセントブライトニングウォーター、パシャパシャ系の化粧水です。これもリピ品ですね。そう、あと D プログラムモイストケアローションも使い切りました。敏感肌用で医薬部外品。花粉の時期、D プログラムってすごい花粉に強いイメージがあって、で敏感肌用なんで花粉の時期これ使ってました。あとファミュのデュアルエッセンスミスト美容液です。これも日中とかに使ってました。結構オイルが多いんで重めだからニキビできてる時は控えたりとかしてたので、結構時間かかりました、使い切るのに。そしてこれがアイハーブで買った拭き取り化粧水です。すごい水みたいなんですけども、スルスル落ちて良かったです。そう、このビオデルマの水クレンジングが買えなかったので、これを代わりに使ってました。良かったです。これのね、ビタミン C 入りっていうのを今使ってます。はい。いかがでしたでしょうか？長くなりました。以上が今回の使い切りスキンケアです。こんだけ使い切っても結構やっぱリピート品多いですよね。
皆さんのおすすめスキンケアもぜひぜひ教えてください。来月、再来月にはもう40歳になります。なんで、もっともっとスキンケアとかを極めていきたい。いいスキンケアに出会っていきたいと思っているので、おすすめあればぜひ教えてください。インスタグラム毎日更新しています。使い切りコスメ再生リストにまとめています。それでは最後まで見ていただいた方、本当にありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さようなら。またね。